ヒドゥンゲームス JP。 酒場島真打ちを手に入れた謙信のもとにもう一人の探し人である彦清十郎は現在新津格之進と名を偽り京都のある山中で陶器を焼いて暮らしているという一報が入った。謙信は酒場島真打ちを片手に覚悟を秘め清十郎のもとへ向かうのであった。一階の陶芸家にいきなり切りつけるとは随分無粋な輩だな。彦清十郎は一階の陶芸家ではないでしょう。お久しぶりです、師匠。お前か。この彦清十郎に一体何の用だ。名前を変え陶芸家としてひっそりと暮らしていたとは。しかしなぜまた陶芸などを。うざったい人付き合いをせずに暮らすには芸術家が一番手っ取り早い。まあ真の天才は何でもこなしてしまうのさ。自信かぶりは相変わらずか。話をはぐらかすな。貴様何か言いづらいことを話しに来たな。俺はお前の師匠だぞ。バカ弟子の考えなどお見通しさ。15年前にやり残した飛天御剣流奥義の伝授、今こそお願いしたい。断る。あの時勝手に出て行ったのはお前の方だぜ。それをなんで今さら。お願いいたします。つまりお前はその獅子王誠とかいう男の出現により人斬り抜刀斎に戻りつつある。人斬りに戻らず獅子王を打ち破るには今よりさらに強さを高めなくてはならない。この欲張りが。教えたはずだぜ。剣は凶器、剣術は殺人術。どんな綺麗事を並べてみてもそれが事実であり真実。自分の薄甘い理想と今ある現実の奇難とどっちも守りたいなんてのは手前勝手なわがままなのさ。そもそも間違いの始まりは15年前、幕末の動乱から人々を守るためにと俺の元を飛び出していった結果がこれだ。剣腕は卓越していてもたかが14歳。精神が成長しきったらんバカ弟子は左頬と心に消えることのない深い傷を負い、人斬りと殺さずの狭間に揺れ動く不安定な剣客となった。そしてお前の飛天御剣流は結果的にその獅子王という幕末の亡霊を生み出すことに一役買ってしまったんだ。いいか。飛天御剣流は時代の苦難から人々を守るのが本来の断りだが、それはあくまでもいかなる権力にも属さぬ自由の権としてだ。それが分からなかった貴様に飛天御剣流の奥義を得る資格はない。帰れ。貴様のようなバカに飛天御剣流を教えたのは間違いだったな。こら！誰に向かって言ってんのよ。なんだお前ら。操殿、弥彦、薫殿。彦と謙信の前に現れたのは操に連れられてきた薫と弥彦だった。しかし京都まで謙信を追ってきたにもかかわらず謙信も薫も互いに何も言おうとしなかった。彦は謙信を水汲みに行かせると
薫たちにあることを問いかけた。それは明治になってから10年も消息が途絶えていた謙信が今まで何をやってきたのかということだった。彦が知りたかったのは今という新時代における謙信の生き方であった。お前この10年流浪人になって人助けをしながら全国を歩いていたそうだな。遠回りしてやっと飛天御剣流の断りを得得したのか。それとも人斬り時代に殺めた命への償いか。両方でござる。それに目の前の苦しんでいる人々を放っておくことは俺にはできぬ。昔と同じ言葉を吠えやがる。よし、飛天御剣流最後の奥義、お前に伝授してやる。なんだかんだ言って獅子王を放っておくわけにはいかんだろう。お前が獅子王誠を食い止めてみせろ。飛天御剣流として。ついてこい。はい。謙信、京都に来たの怒っていますか？半分。え？もう半分はどこかほっとした。行くぞ。獅子王一派はどこに潜んでいるかわからぬから気をつけるでござるよ。始める前に一つお前に言っておくことがある。最後の奥義を得得すれば、お前は俺に匹敵する強さを得ることになるだろう。だが、うぬぼれるなよ。お前一人が全てを背負って犠牲になるくらいで守れるほど、この時代は軽くないはずだ。そして同様に、人一人を幸せも軽くない。お前が犠牲になれば、ただお前に会いたいという気持ち一つで、京都へ来た女が一人、確実に不幸になる。覚えておけ。どんなに強くなろうと、お前はただの人間。仏や修羅になる必要はないんだ。話は終わりだ。始めるぞ。師匠の攻撃を一定時間しのげ。60秒。60秒ですね。俺、ちょっと上手くなかったっすか？いや、ね、だんだん上手くなってきてる感がやっぱ上手くなっ。てきてる感あったよね。まあでも、蝶には勝てないかな。ポンちゃんの蝶には勝てないですけど。あとこの、あれね、彦清十郎さん、マントを召してますけど、はいはいはい。このマントってね、この襟が気になっちゃってしょうがないよね、襟のデカさね。相当キュピーンって伸びてるからね。そう。マントと言ってもね、マントマントなのって言ってもね、この襟すごいやっぱ気になるね、本当に。襟でかい。でかいもんね。でも俺さっきさ、好きなキャラ、青しと瀬田って言ったじゃん。はい。結構彦もいや、同じですね。俺も入ってくるかもしれない。俺も彦も結構好
きなキャだってラクタなんてだっーですね。て強いじゃないですか。そうそうそう、強い。なんてだって強いんで、しかもかっこいいし、飛行好きかもしれない。おお。またじゃん。飛天三剣流最強の奥義を鈍った腕で得得できるとでも思ったのか、このバカ弟子が。まずはこの俺から一本を取ってみろ。奥義の伝授はそれからだ。ほら、どうした？わざわざ峰打ちにしてやったんだ。さっさと立て。腕の方とは違い、眼光は全く鈍っていないな。お前に飛天三剣流を教えたあの頃のままだな。師匠、お願いするでござる。それでこそいじめがい、もとい、鍛えがいがあるってもんだ。あああ、なんでもねえ。俺、さっさとかかってきな。ぐずぐずしてると大切な仲間が手遅れになるぜ。いらない。師匠の攻撃を一定間しのげパート2ですね。パート120秒ですね。伸びたね。いや、ぶっちゃけって言うと俺ちょっとさ、うん。上手くなってきてないですか？いやだいぶ声優だいぶ上手くなってきた。オファー来るかな？これを見た。この動画を見てくださくれった。た、ちょっと制作陣の人とか、あいつなかなか最初はちょっと、って思ってたけど、飛行様子で見るか。飛行様子で見るか。やばいやつ。やばいぞ、強いぞ。強い。とりあえず90秒間逃げ切ればいいんだから。いや、ピュッて強い強い危ね強い。頼むよ。飛天三剣流、得得しなきゃいけないんだから、天竜を、天かける竜のひらめきを。いや、でも、剣心、昔の、この剣心の声と新しい剣心の声ってやっぱ違うんですか？全然違います。違います？なんだろう。昔の方は、うん剣心って感じの声なんですよ。イメージで言うそりゃそうだよね。と。でも、なんか今の方は、なんだろう、イケボになった感がするんですああ、ね。なるほど、なるほど。剣心時代は実際イケメンじゃないですか。はいイケメンそうまあ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 30歳ぐらいにしてはさ。だから、合うっちゃ合うんじゃない？なんかでも、あれかな、まあ、昔の方は、言うなら、若干子供っぽい感がまだあったかなとは思うんですよ、声的にね。中性的な感じよね。はい、そうそう。それがね、なくなったね。なるほど、なるほど。謙信が奥義を得得しようとしている間に葵屋は獅子王一派の襲撃を受けた。沖縄は京都鬼矢番衆と共に難なく撃退したが、篠森蒼氏が獅子王一派と手を結んだと悟り、自ら決着をつけることを決意した。修羅の道を進むべく全てを捨てることを決意した篠森蒼氏。鬼矢番衆の誇りまでも失った蒼氏を自らの手で葬ると決意した柏崎年次。二人の戦いはもはや避けられるはずもなかった。あれ？でかい人いるね。これって暗示じゃない？暗示だよね、これね。僕にも教えてほしいっす。二人の極み。あんだけ手血みどろになってたからね。しっかり教えてほしいっす。これ戦えるんかな？話だけなのかな。でっかででっかへそあたり。頭の高さへそあたり。迷い人かお主。何やらただならぬ気配を感じる。それは感じるよね。こんなところで。夜にこんな立ってたらね。でかいし。感じますよ。お主何者でござるか。主は我が旧世の邪魔立てをしているの？決めつけ？九世旧世？今こそ救えぬ者に罰を与えるとき。アンジを倒せ。ひどくない？アンジを倒せ。ひどくない？アンチョいきちょっと待って待って。いきなりだね。まあ、真打ちのそれ試し切り。試し切りだね。アンジと戦えるの？これ絶対だって原作にないパターンじゃん。だって、
ってね、佐之助だもんね。剣対素手だからね。そう。佐之助だもんね。佐之助。しかもなんか道中で会ったとかもないでしょ、剣心って。ないね。あそこじゃないもう獅子王のとこ行って初めてだったんだ、ね。そうだよね。なにやめて。二重の極み。あれじゃん、練習したやつじゃん。極めるとはこういうことだ。これ死んだわ、もう。え、嘘でしょ？一撃？生きてるやん。危な。怖っ。変なこと言わないでよ、マジで。めっちゃ怖いから。いや、二重の極みって粉々にすんだからね。そうだよ、普通だったらね、こんな華奢な剣心だったら一撃でやられてる可能性もあるから。やられてる可能性全然。佐之助だから大丈夫だったんだよ。そう。あの耐久力だから大丈そう、夫だ大丈夫だったの。アンジさん、この化粧の意味もちょっとわかんないけどね。寝てないから熊が目立って、その熊を目立たせなくするための化粧だと思そうなの？そうなの？う。そうなんじゃないかな。それ深読みしすぎじゃない？あ、なんか溜めてる。体力回復した。は？ふざけんなよ。そのメイクの話は深読みでしょ？深読み。絶対ないよね、それ。深読み。全然その設定はない。絶対ないよね。全然その設定はない。本当に海外の人たち、マジでってなるかもしれないから。これはね、ほんとポンちゃんの妄想です。あ、すいません。申し訳ない。妄想です。申し訳ない。勝手な想像で言いました。まあでも、ポンちゃんの師匠みたいなもんだからね、二重の極みをそうだね教えてくれた人なわけでしょ。ぜひ教えて、もう一回教えてほしいぐらい。もう一回教えてほしい。どうしても血が出ちゃうんで、こっち。いやでも、佐之助もさ、体力回復した。はぁ？ちょっと待って。間開ける体力回復した。これもうそしたらもうずっと攻めてなきゃいけないわけでしょ。ずるいね、これね。もう、そしたら回復をさせる隙なんか与えないよ。で、ここは時間ないんだね、思って。時間ないですね。いや、まさかアンジを相手にこんなに苦労するとは。佐之助も頑張ったんだな。いや、いいね、赤くなってきた、赤くなってきた。このまま。いや、マジかい。いや、あ、でべてる、アンジと戦えるなんてでも、おっしゃいいね無益な殺し合いはごめん被る。あ、これ剣士だった。私を任すとは大した男だ。お前が私の旧世に納得いかぬのならば、それで構わん。そんな話してないんだって。だが、邪魔立てする者は容赦せぬ。覚えておくことだ。邪魔負けてんだよ。邪魔してないんだって。邪魔してない。話しかけただけだもん。そう。己の信念を手に入れた。信念なかったってこと信念なかった。信念ないもん戦ってたの。自分の信念を与えたってことなのかな。いただきます。信念ってあげることできんの？ない。そういうんじゃないと思う。Thank you for watching!